の村に宿は一つしかありません。一度チェックインしてから村を散策するといいでしょう。哦啊，アクア哦，有点像すごかったね。 OP 那里最后。すごく気持ち悪くていい演技だったよ。天才。子供に言う感想か。褒めてるんだよ。本当にすごいよ。アクアならきっと誰よりもすごい役者になれる。太可爱了。哦，认真了。アクアの感情演技。大切な人を失って怒りと悲しみに駆られる闘気。すごい。でもどうしてそんなに痛々しくて辛そうに。他的痛苦和刀鬼的痛苦融为了一体。それでいい。もっと苦しめよ。有馬かなに光を見たか。黒川茜と出会って理解者を得たと思った他か。不允许自己拥有任何幸福。演技は楽しいか。このまま全て忘れて恋とか青春とか楽しい人生を送りたいと思ったか。許さねえよそんなの。愛を死に追いやったやつを細切れにしてすりつぶして心も体も痛めつけて死よりも苦しい地獄を味わわせるまで。お前にそんな権利はねえんだよ。お前他要把自己困在这种自责中。違うだろ。お前は僕だ。無力で何もできなかった。後悔に焼かれる僕自身だ。悔しくて悲しくて、たった一度でいいからまた愛の声を聞きたくて。哦，这黑影幻化成了他自己了，使うぞ。还要利用所有一切能利用。哦，这就是他的谢幕。戦いは終わりだ。怪我人の治療を。もう遅い。出血が多すぎる。さや姫は助からない。まだ。これは傷写しの鞘。自分が負った傷を他人に移し替えることができる支配者の力。でもこの子はその力を仲間の傷を自分に移し替えることに使っていた。死ぬ直前に私の傷まで持っていった。敵にまで情けをかけるなんてね。俺の傷もなくなってやがる。まさか最初からこうして戦いを収めるつもりで。そういうお方なんだ。だから僕たちは。哦，这音乐。この鞘の本来の使い方はこういうことだ。这主题又回到这个刀上面。何度だって
都合のいい夢を見たよな。なんかの物語みたいにご都合主義の奇跡でも起きたらって。あの時愛を救えてたら。他多希望爱能复活哎。哦。どうしたのアクア。甘えん坊さんだね。私はこんなんじゃ死なないよ。要是这样多好。何度願っただろう。そんな叶うはずのない夢を。いや、なんていうかすごかった。本当にあかねって思った。啊。こうして見るといつもの黒川だけど、舞台の上ではまるで別人だよな。好的演员就是这样。今日から黒川さんって呼んでいい？いやー、天才！いや、天才役者。やめてよ。私なんかまだまだだなって改めて思い知らされてばかりで。先庆祝这一次成功姫嘛。川さんとか有馬かなみたいな人はいるんだよ。どうしたの？いい演技だったよ。もっと上手くなりたい。十分うまかったって。あかね。疲れた。早く家帰って靴下脱いで寝っ転がりたい。久々に疲労感どしっときたわ。こんなのあと1ヶ月もやんなきゃいけないの？今日以上のこと想像できないって。お疲れのところ申し訳ないけど、この後事務所で YouTube の動画撮るからね。先輩って本当に役者なんだね。私舞台とかよくわからないけど、本当にすごい役者なんでしょ？何今さら。子供の頃から演技の天才なんでしょ？そうよ。私は天才なんかじゃないわよ。実際に天才って言われてる人を見ればわかる。私は必死に食らいついてるだけ。あ板の上で好き勝手やって天才ぶるのは割と簡単なこと。吹っ切れた演技って分かりやすいから。あかね。本当に難しいのは、あの時の黒川茜は異質だった。他们双方都看到了彼此的闪光点。だけじゃなく、別の何かも乗っていた。私には真似できない技術、とてつもない存在感。それをきっかけにアクアの演技が振り切れるほどの。ああいうのさらっとできるのが才能なのよ。但还是互相促进了。聞いたよ、金ちゃん。演出プラン直前に組み直したんだって。役者に好き勝手させるの好きだとは知ってるけど、現場を困らせちゃいけない。他这个剧本本身就让很多演员可以有自我发挥的空间。撮影と並行で稽古。鴨志田も別の舞台の合間を縫って、三田に至ってはドラマ2本掛け持ちの中稽古をしてた。全体の構成を調整するタイミングがなかった。それに今回の舞台は10代が多かった。稽古期間に伸びるやつが多かったんだよ。本番中化けるやつもいるくらいに。有馬くんのことかな。
彼女にはあまり期待をしていなかったけど、若い子には何が起こるかわからないからいいね。アイドル活動が別の視点を与えたのか、それとも彼氏でもできたのかな。僕は思うんだよ。これだけ可愛い子がいる業界で、その中でも特別に可愛いと言われる子が生まれるのはなぜなんだろうって。なぜなんだ？ズバリ可愛さの説得力さ。有名なアイドルグループに所属していたり、何かの賞を取ってる子は実物以上に可愛く見えるものだろ。それと同じ。私は特別に可愛いという嘘を信じさせてくれる説得力。僕はそれをスター性と呼んでいる。あの時の彼女にはそれがあった。也是一种もし谎言。有馬かなが本物なら気色悪い笑い方をするな。いや、何、ちょっと面白いことを思いついたもんで。金ちゃんはどの子が有望株だと思う？良くも悪くも完成していた黒川が最後に面白い演技をした。成長のきっかけを得るかもしれない。あと個人的に気になるのは、ライドさん、出版社の方々が呼んでますよ。もうちょい待ってもらって。僕は啊，この時間が一番好きなんだ。大家有享受到这台舞台，这场舞台観剧。客がいい顔をして帰っていくのをこうやって眺めているのがね。どうやらいい舞台だったみたいだ。こうしてひとまず舞台の幕が下りる。しかし哦，次の物語の舞台はすでに幕を開きかけていた。我们要演一个月。谢幕。非常可爱。哦，啊，这裙子不好走耶。啊，
の舞台消費カロリー高いのよ。おしよし、今日もよかったぞ。じゃあ飲みに行くか。今日も舞台人は飲み会好きだよな。予約は任せてください。この辺りで当日団体 OK のお店のデータはいくつか押さえてあります。ありがとう。あかね意外とおとなしいやつの参加率高かったりするよな。姫川も行くだろ。ああ、そうだな。たまにはおっさんも行く？おっさんがいたら気を使うだろう。若者だけで楽しんでこい。気なんて使いませんよ。一緒に行きましょう。なら行くか。やった。私、こういう飲み会とか騒がしくて苦手なのよね。アクアはどうするの？私は帰って休む。他想やっぱ下去，私も行く。真是让人好懂。演じるんじゃなくて作劇的な盛随り上气水为什么会げに这么醉啊？でもそれは演出家の仕事だろう。そうだけど、ダメな芝居なら行ってくるでしょ。阿卡内又在给别人烤肉，はい。这是想起第一季的时候。悪いな。結局盛り上がってるじゃねえか。金田一敏郎、ララ大の代表兼演出家で、この劇団に長く席を置いている。そこだろうね。愛が恋をしたのは。隣、いいですか？星野、芝居少しずつ良くなってきているな。このまま千秋楽まで気張れ。ありがとうございます。金田一さんってララ大にいつ頃からいるんですか？最初からだ。ララ大はもともと演劇専門学校で芝居をやってた奴らが自分たちでサークル演劇を立ち上げたところから始まっている。俺も立ち上げメンバーの一人だ。演劇学校の演劇とサークル演劇って違うんですか？まあ学校によるが、専門学校は教員主導、サークル演劇は OB や外部の講師を自分たちで呼ぶ。やりたいことをやりたい身勝手な奴らでララ大を立ち上げたわけだ。最初は人を集めるのも大変でな。ワークショップで集めた人材使って何公演か回して、まああれは失敗だったかな。もうやらん。失敗ですか？詳しく聞きたいですね。若い頃の失敗だ。詮索するな。教えてください。ダメだ。子供にするような話じゃねえ。任せろ。俺もおっさんの失敗は気になる。金田一さん、やさかえて飲みましょう。いい店があるんです。坑蒙拐骗子吗？はい、いってらっしゃい。このままあの人潰して。オッケー。男ってのは可愛い女の子に継がれた酒は飲み干すもんだ。酔わせておっさんの恥ずかしい過去とやらを引き出すぞ。やり口悪いな。金田一さん、この子役者なんだけど使ってあげてよ。ルナです。機会があったらな。ここはどういう店なんです？モデルとかアイドルとか顔が良くても食えないやつは多い。そういうやつが事務所に内緒で働く店だ。それはまた。ヤッホー、楽しんでる？会員制だからバレるリスクも少ない。結構多いぞ、こういう店。その感じ、割と通ってる感じですね。まあな、俺可愛い女の子好きだから。結局俺らは口の堅い同業者としか遊べないからな。共演者と色恋も面倒が多い。カジュアルに遊ぶならこういう場所がちょうどいいわけだ。オレンジジュースください。オッケー。はい。飲んでねえな、姫川。やべ、バレた。この知らせや。ここまで育てて真的很像忘れて。阿夸以前的样子，就是医生的形态。二人はどういう関係なんです？俺は養護施設出身でさ、施設出た後、金田一さんに何かと面倒見てもらったんだ。没有父母。養護施設？欠けてるやつはいい。欠けてる部分を求めるように技術を吸収していく。姫川がまさにそうだった。人聞きの悪い。だってそうだろうが。星野、
お前もそうだ。お前たちの芝居は似ている。欠けてる人間の演技だ。哦，まともな人間じゃない奴が真人間のふりをしている。人とは違うから周りを観察して世の中に順応しようとしてきた奴の芝居。確かにその気はあるかもな。惜しいな。お前はつまらん演技をする奴だと思った。だが終盤の演技、本物の感情が見えた。あれは本物のやつだ。面白い。那他每次演出都要这样子把自己给揭开伤疤，也太……宝にするじゃん。何よ。何にもなかったこいつを売れっ子まで育ててやった。なのに飲まねえ。飲め飲め。しまった、飲ませすぎたか。飲めよ。おっさん、ソファーに横になるぞ。俺が育てた。すまんな。おっさんの過去話はいずれ引き出してやるから。別にいいですよ。今日はあなたと話がしたかったんです。このタイミングを待っていました。これを。何これ。遺伝子鑑定書。同父异母。俺と姫川さん、父親が同じなんですよ。教えてくれませんか、あなたの父親のこと。真的很像医生。马上就是应该要回归就是日常了，就更多卢比可以出现的时候了。其实上一集就是断章在阿夸就是最后眼睛黑化的这种地方，就是容易情感是割裂的，稍微感觉情感没有续上，因为断节断章的这个有点难受。觉得后面就是公主她要复活的时候，阿夸想到了如果爱也能复活时那种心情的融入，我觉得这个时候情绪还是挺饱满的。这一集真的能看到很多很鲜活的爱，真的还是很感动的。像是阿夸回忆到爱的时候，他的这个黑影又再次出现了，他其实就是在不断的告诫警告阿夸不能去过就是幸福的生活，因为他还有这份就是没有救下爱的这个自责和报仇他没有完成。阿夸呢显然就是没有跟着这个黑影的声音继续走，而去吸收了这个黑影，不管是他的情绪还是他的目标，也将其就是为自己所用。这一集好几个就是近景的镜头，它真的就是跟漫画一样吧，就没有做出一些更多的什么改变。比如说阿夸就是抱着那个公主哭的时候，然后包括就是阿卡内他就是飙演技的那一片段，真的就是只有一个画面，就是如果能动起来肯定是更好了吧。不过这集的很多配乐我还是非常喜欢的，不管是最爱舞台剧有的一段钢琴曲，还有后面就是爱被这个刺杀的这一段音乐，都反复戳到我吧。卡内和卡娜他们两个人都互相看到了对方天才的地方，然后呢互相的不甘心，真的很可爱。好希望阿卡内能就是对自己多一些肯定。觉得他们俩真的是完全不一样的演绎方式，是不同的演绎方式。那就其实就只要在自己这种演绎方式这条路上发光发热就好了。就比如说阿卡内他可能更加的容易这种集中性的爆发式演技，卡娜的演技可能更像是上一集他这个眼睛里的群星一样，可能是融入了很多他所谓的就是一些模仿啊，有一种群星闪耀的演技的展示。也像导演后面说，就是把自己看上去很可爱的这种包装和谎言。其实导演他们互相就是抽烟说的那段话有挺多铺垫的，尤其是导演也想到了爱以前的故事。阿夸和基川，也就是他的哥哥，他们俩的这个演技方式呢，又更像是不断在吸收这种生活的这种观察，还有各种他们在生活中学到的技能等等。不仅是演技像，其实长得也很像。觉得这个导演说也很对，就是正是因为有残缺的部分、有不圆满的这种人，所以呢，他的这种感受生活的方式，包括他演戏的方式，还有其实生活中的方方面面，他肯定是跟这种圆满的人是不一样的。所以才会有不同的演技，或者说不同的带入自己情绪的这种方式。舞台剧篇章也算结束了，那我觉得就是整体上有很多满意，但是也有一些可能预期没有达到的地方吧。最后大家的这个谢幕还是挺舍不得的，
这两集真的还是很心疼阿库亚的，不管是他一路走来的这个不容易和艰辛吧，把自己不断的把自己的伤口越撕越大，感觉。同时还有他的黑化，包括他最后也直面自己的这个内心的阴暗面，真的还挺让我难过的。舞台剧后他马上也是执行自己的这个计划和目标。当时看到姬川就是他的这个同父异母的兄弟，还是挺震惊的。但是再看一遍动画，其实他俩很多气场啊等等，在前面就很相符了。尤其是他卸掉舞台上的这种演员的本质之后呢，他整个说话的方式都很像以前的阿夸。马上要开始新的一段篇章了，又能看到更多的卢比。这集出现的卢比和曼米真的很可爱，真的很想他。那这期视频要结束了，我们下期再见，拜拜。